これは体験者やその知人から直接聞いた実話怪談である。手術に携わる看護師の貴重な体験談をお聞きすることができました。彼が聞いた何十年も怪奇現象を体験してきたであろう医者が放った一言が何とも怖い話となっています。それではお聞きください。オペカン。これは私の旧友である A 君から聞いた話です。小学生の頃から付き合いのある彼は今、関東にある総合病院で手術室でオペを担当する看護師、いわゆるオペカンとして働いています。私は怪談が好きで会うたびに、何か怖い話はないかと彼に尋ねるんですが、何もないよといつも肩透かしを食らっていました。でも一度だけマジかもしれないと彼が話してくれた忘れられない話があります。その日、建設現場から転落した男性が緊急搬送されてきたそうです。全身を強く打ち、内臓破裂。それでも心臓はまだかろうじて動いていました。すぐに緊急手術が開始され、A 君もその場に立ち会っていました。執刀医がメスを握り、手術室が緊張に包まれたその時、部屋のどこからともなく低いうめき声が聞こえ始めたんです。手術中の患者が麻酔が効いてる中、無意識に声を漏らすことは稀にあります。でもその声は患者からではないようでした。先生や看護師たち、その全員の背後からうめき声が聞こえてきたというんです。A 君が思わず声の主を探してキョロキョロと辺りを見回すと、キョロキョロしないと怒られてしまいました。うめき声は手術が終わるまで聞こえたり止んだりを繰り返しました。約1時間半後、懸命な処置の甲斐なく患者さんは亡くなりました。手術の後、A 君が他の看護師に、変な声聞こえなかったと尋ねると、その場にいたほとんどのスタッフが、ずーっと聞こえていたとうなずきました。A 君は執刀医にも尋ねました。先生、なんか変な声がしませんでしたか？患者さんの声でしょうか？執刀医は顔色一つ変えずに、ただ一言、こう言ったそうです。よくある。ただ、ほとんどのスタッフが声を聞いていたということで、機械の故障の可能性も考えられました。手術室には何かあった時のための記録用カメラが設置されています。そのカメラの音声に何か異常が記録されているかもしれない。執刀医、そして遺族の許可を得て、A 君を含む数名で
手術の映像を確認することになりました。モニターに先ほどの手術の光景が映し出されます。そして音声が再生された瞬間、その場にいた誰もが息を飲みました。手術室では途切れ途切れに聞こえていたうめき声が、映像の中では一度も途切れることなく、ずっと響き続けていたんです。言葉は悪いですが、思わず看護師たちが、気持ち悪い、と顔をしかめる中、執刀医だけはまるで当たり前のものを見るかのように、無表情で画面を見つめていました。映像は患者さんが息を引き取る場面に差し掛かります。病院の規則では、医師が死亡確認をした瞬間、倫理的な観点から記録カメラはすぐに停止しなければなりません。映像の中で執刀医が死亡を宣告します。現場の手術室にいた A 君たちの耳には、この時、うめき声はもう聞こえていませんでした。でも映像の中では、患者が死を迎えた後、カメラが停止するまでの数十秒間、あの不気味なうめき声がはっきりと響き続けていました。怪談朗読イベントをやります。動画概要欄の URL から詳細の確認、チケット購入ができます。皆様のご来場お待ちしております。よろしくお願いいたします。そして、あなたの怪談が本や朗読動画になるかもしれないイベントを全国各地で開催中。10人以下で怪談を語り合う楽しい会で、参加費は無料です。参加者には特製キーホルダーをプレゼントしています。8月は鹿児島、9月は東京でやります。概要欄の応募フォームから申し込んでください。沖縄で看護師として働く愛さんに聞いた話です。まぶいという言葉をご存知ですか？沖縄の文化をもとに語られる興味深い怪談をお聞きください。まぶい落とした。私が住む沖縄には、まぶい組という独特の風習があるのをご存知でしょうか？まぶいというのは魂のことで、グミは込める、入れ直すという意味です。人はひどく驚いたり、ショックを受けたりした拍子に、そのまぶいを体から落としてしまうと言われています。だから、事故現場や驚いた場所にわざわざ戻って、まぶいに呼びかけ、自分の体に入れ直す儀式を行わないといけない。まぶや、戻っておいで、と。そうしないと体調を崩したり、悪いことが続いたりすると信じられています。まぶい組にはいろいろなやり方があるので、一概にどうやってやるとは言えません。まぶい落とした場所で、ただ、まぶや戻っておいで、と言えばいい、という人もいますし、沖縄の霊媒師であるユタを読んで戻す人もいます。
スーパーで働く友人から聞いた話で、お客さんのおばあちゃんが何かの拍子で驚いて、店内でまぶいを落としてしまったそうです。後日、スーパーの開店前にユタを呼んで、大掛かりな儀式をして、まぶいを戻した、と聞きました。これは20年前の話で、今はもう若い人の間では、だいぶユダへの信仰は薄れてると思います。でも未だに沖縄では、ユタ半分、医者半分、なんて言葉もあるくらいです。何か良くないことが起きたら、お医者さんに見てもらうし、ユタにも見てもらう、という意味です。どうしても治らないときや、原因不明の不調が続くときは、医者だけでなく、ユタにも見てもらう。これが当たり前の感覚なんです。昔は、手術前の患者さんが真顔で、先生、ユタに聞いてから手術の日程決めていいですかなんて相談してくることもありました。先生も先生で、はいはい、じゃあユタに相談して、いつがいいか考えてね。と返していました。そんな文化を知ってもらった上で、私が沖縄にある大きな病院で看護師として働いていた時の話を聞いてください。この病院で働くある先生は、自宅から車で通勤していました。その先生が沖縄のあるトンネルを通って帰宅していた時のことです。トンネルを出て割とすぐの場所に橋がかかっているんですが、先生がそこを通りかかった瞬間、橋の上から人が飛び降りてきたんです。車の目の前に落ちてきて、急いで車を止めたものの、その方はすでに亡くなっていました。先生はひどく動転して、その場で泣き崩れてしまったそうです。まぶい組はできなかったと言います。しばらくして先生は、体調が悪いんだよね、と言い始めました。先生、まぶい組した方がいいんじゃないか。みんな陰でそう囁いていました。結局、先生はそのまま病院を辞めていきました。精神的なものだったのか、それともまぶいを落としたままだったからなのか、それはわかりません。同じ病院でこんなこともありました。角膜移植を専門にしている先生から聞いた話です。ある患者さんに角膜移植の手術を行った後のことです。術後の経過を見るための診察中、先生が何か質問はありますかと尋ねました。すると患者さんが少し言いづらそうにこう切り出したんです。先生に聞いていいのかわかんないんだけど、この手術が終わった後にね、なんか外国の風景が見えるわけよ。え？どういうことですか？私は海外旅行なんてしたことないし、テレビでは見たことあるけど、行ったことない国の風景がふとした時に見えるんだよね。ああ、そうですか。不思議ですね。そう言いましたが、心の中で輸入した角膜だからかな、と思ったそうです。
患者さんが見ていたのは、角膜の提供者が生前見ていた異国の景色だったんでしょうか。大勢来る。母は私が高校生の頃からずっと癌と戦っていました。その母が亡くなったのは私が大学4年生の8月31日でした。当時は夏休み期間でしたが、私はすでに建築士として建築会社に働きに行っていました。母はもう自分の力で病と戦える状態ではなく、緩和病棟という痛みや苦しみを取り除く処置をする場所に移っていました。最後が近いことは分かっていたので、私は仕事を休み、病院に泊まり込んで母に付き添っていたんです。ですが、亡くなる前日の8月30日、どうしても外せない仕事が入り、その日だけは病院に泊まることができませんでした。代わりに父が泊まってくれることになり、私は夜、母に会いに病室を訪れました。それが母との最後の会話になりました。その時、家族の間で家で最後を迎えるか、このまま病院で過ごすか、という話が出たんです。母は、家に帰っても迷惑をかけるだけだからここでいい、と言っていましたが、母のことが大好きでたまらない父は、ママが家に帰ってこないと俺寂しくて死んじゃうよ、と子供のように言うんです。母は少し考えてから、どうしようかな。帰った方がいいかな。ちょっと考える。と言っていました。わかった。じゃあ考えておいて、今日はもう帰るね。父に後を任せ、私は自宅へ戻りました。連日の仕事もあり、心身ともに疲れ果てていたのでしょう。私は食事も取らず、スーツを着たまま、ベッドに倒れ込み、泥のように眠ってしまいました。その時に夢を見たのです。まだ元気だった頃の母が立っていました。母は怒ったような顔をして私にこう言ったんです。もうすぐ人が大勢来るんだから家の中掃除してよね。はっと目を覚ますと時刻は深夜12時。寝ぼけていたのかもしれませんが、なぜかその言葉が頭から離れません。ああ、人が大勢来るのか。めんどくさいな。掃除しなきゃな。深夜の静まり返った家の中で、私は何かに取り憑かれたように床を磨き始めました。
特別汚れてるわけでもないのに、キッチンもリビングも隅から隅までピカピカに磨き上げたんです。一通り終わって、ああ、疲れた。てか私、夜中に何やってんだろう。と思いながら自分の部屋に戻った。その時、父から着信が入りました。もしもし、ママが危篤だから今すぐ来てくれ。急いで近所の親戚に声をかけ、家にいてもらうことにして、私はおばあちゃんを起こして車に乗せ、病院へ向かいました。でも出発して5分ほど経った頃、父から再び電話が来ました。もう呼吸が止まった。不思議と私は涙が出ませんでした。おばあちゃんは隣でワンワン泣いています。高校生の頃からずっといつか来るこの日を想像しては泣いていました。でもいざその時が来ると覚悟ができていたのかもしれません。病院に着き、医師による死亡確認が行われました。私とおばあちゃんは一足先に自宅へ戻って準備をすることになり、深夜の住宅街を抜け、自宅の玄関を開けた瞬間、私は自分の目を疑いました。家の中に溢れんばかりの人がいたんです。亡くなった知らせを聞きつけた親戚が集まり、家の中にはすでに20人から30人もの人がひしめき合っていました。その光景を見た瞬間、全身に鳥肌が立つのを感じました。夢で見た通りじゃん。その後、母の遺体は納棺師によってきれいに整えられました。闘病で痩せ細り、苦しそうだった母の顔が、お化粧を施され、ふっくらと穏やかな表情に変わったのを見たとき、こんなにきれいに旅立てるならよかった。やっと救われた気がしたんです。私もずっと苦しかった。高校生の頃、周りのみんなが遊んでいる中、毎日病院に通って寂しくて泣いていました。あの時苦しんでいた私の心まで救われたような気がしました。私はその後、建築士の仕事を辞め、自分も納棺師の道へ進むことを決めました。夜中2時まで起きててみ。私の父が体験した話です。私がまだ高校生だった頃のことですから、もう随分と前の話になります。当時、父は
肺水腫という病気を患い、ひどい腹痛を訴えて緊急搬送されたことがありました。幸い、大事には至らなかったんですが、そのまま入院することになったんです。私の父は教師をしていて、非常に社交的というか、誰とでもすぐに打ち解けられる性格でした。それに加えて私もそうなんですが、父は大の怪談好きなんです。体調が落ち着いてくると、入院生活の退屈さもあって、同じ大部屋に入院している他の患者さんたちに聞いて回ったそうです。なんか怖い話とかないの？好奇心で尋ねた父に、同じ部屋の患者さんは声を潜めてこう言いました。じゃあ、夜中2時まで起きててみ。そう言われると確かめずにはいられません。深夜、父は言われた通り、こっそりと起きて2時になるのを待っていました。しばらくして、全く別の音が聞こえてきました。キー、キー、キー。静まり返った深夜の病棟に、きしんだ音が響いてきたんです。一定のリズムで、その音は徐々に父のいる病室の方へと近づいてきます。車椅子か。夜中の2時にお手洗いに行く人がいるんだな。最初はそう思ったものの、すぐに違和感を覚えました。車椅子を使う患者さんが移動する場合、大抵は看護師さんが付き添っているはずです。それなのに、聞こえてくるのは車椅子のきしむ音だけで、人が歩く足音が全く聞こえないんです。おかしいな。一人で移動してんのか。不思議に思った父は、その音がちょうど病室の前を通りかかろうとしたタイミングで、好奇心から覗いてみることにしました。カーテンの隙間からそーっと廊下を見てみます。父の目に映ったのは、誰も乗っていない車椅子でした。後ろで押している人もいない。無人の車椅子がまるで誰かを乗せているかのように、キー、キーと一人でに動いていたんです。ぎょっとしました。そして次の瞬間、キー、キー、キッ。動いていた車椅子がその場ではっきりと止まったんです。やばいやばいやばい。父は車椅子に認識されたと感じたそうです。向こう側に見えてるはずのない何かが座っていて、覗き見ている自分に気づいたのだと。自分のベッドに逃げ帰り、布団を頭からかぶってガタガタと震えました。布団の中に潜っていても、廊下からは
再び動き出した車椅子の音が聞こえてきます。キー、キー。その音はやはり誰もいないはずの空間から響いていました。あまりの恐怖で父はその後一睡もできなかったそうです。大阪に住む Y さんという30代の女性が深夜の病院で起きた実話怪談を教えてくださいました。それではお聞きください。霊安室。私はとある市民病院で24時間勤務の警備員をしています。5年半ほど前、それまで勤めていた別の施設からこの病院へ配置換えとなりました。私の実家の目の前に立つ子供の頃からずっと見てきた病院です。まさか自分がここで働くことになるとは夢にも思っていませんでした。しばらくして病院の経営体制が市から民間企業へと変わったんですが、給料が下がったことで経験豊富な医師や看護師の多くが辞めていきました。人手が足りず、現場がうまく回らなくなった影響か、その頃から院内で亡くなる方の数が急激に増え始めたんです。最もひどい時期には入院患者100名そこそこの規模で、わずか2週間に15名もの方が亡くなりました。そんな病院で私たちが仮眠をとる6畳ほどの休憩室は考えうる限り最悪の場所にありました。亡くなった方を一時的に安置しておく霊安室が目の前にあったんです。そしてさらにその隣には解剖室がありました。休憩室はその解剖室と隣り合わせにもなっていたんです。この場所で過ごす夜は常に死の気配に満ちています。人が亡くなると霊安室に運ばれます。その後、葬儀屋さんが来ると、霊安室を開けてください、と電話がかかってくるんです。私たち警備員はご遺体とは対面せず、休憩室で待っているんですが、ガシャガシャというような音は聞こえるんですよね。そして終わったら鍵を閉める。この葬儀屋さんが霊安室からご遺体を運び出す一連の作業に関わると、お見送り手当というものがつくんです。でも私たちが休憩室で仮眠をとっている間はお見送りをする必要がありません。看護師さんも霊安室の鍵を持ってるので対応してくださるんです。ある日の夜、私は休憩室で仮眠をしていました。すると、外でガチャガチャと物音が聞こえ始めたので、ああ、お見送りかな。と、ベッドで寝ながらぼんやり考えていました。
しばらくして、トン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 という音が響きました。誰かが壁を叩いてる音がするんです。お見送りがすぐにある方というのは近所に住まれている方で、ご遺族が割とすぐに葬儀の手配をされます。でも旅行中に搬送されて亡くなったご遺体は遠方から来ている場合が多いので、なかなか葬儀屋さんに運ばれていかないんです。なので冷蔵庫へ入れられます。その遺体保管用の冷蔵庫が休憩室の壁のすぐ向こうにあるんです。トントンという音はそこから聞こえてきているようでした。誰もいないよな。こんなことってあるんだ。そう思ったのを覚えています。私にとってこの体験はそれほど怖いものではなかったんですが、一度眠れなくなるほどの恐怖を味わったことがあります。その夜も私はいつものように仮眠をとっていました。途中で尿意を催し、トイレへ立つために休憩室のベッドから降りました。戻ってきて何気なくドアを開けたその時、ベッドの脇に一人のおばあさんが立っていました。一瞬入院患者さんが迷い込んだのかと思い、おばあちゃんどうしました？声をかけようとした瞬間、パッとまるで霧が散るようにその場で消えてしまったんです。あれ？呆然と立ち尽くしていると、あることに気がつきました。閉めたはずのペットボトルの麦茶の蓋が開いていたんです。まさか喉が渇いていたとか。昔から幽霊が口をつけた食べ物や飲み物は味がなくなるという話はよく聞きます。何を思ったか、私はそのペットボトルを手に取り、一口飲んでみることにしたんです。それは麦茶などではなく、全く味がしないただの水になっていました。はあ、あの話って本当だったんだ。その瞬間、急に怖くなり、全身に鳥肌が立ちました。このわずか5年半の体験は、数え上げればキリがありません。同僚の中には怖さのあまり、電気もテレビもつけっぱなしでなければ眠れない者もいます。ある時は仮眠から目を覚ますと、ベッドを仕切るカーテンの隙間からスッと腕だけが伸びていました。病院の寝巻きを着た右手です。それも一度や二度ではありません。もう慣れてしまったので、まだかと手で払いのけるだけです。つい先週も深夜のお見送りが終わった直後、私のベッドの下からトン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 とはっきりとしたノックの音が聞こえてきました。睡眠時間が短いので邪魔をされて腹が立ち、
この時は、いい加減にしろと怒鳴りつけました。すると、気配がすっと消える。ここは、そういう場所なんです。病院で患者さんのリハビリを担当している K さんという20代の女性から聞いた話です。古い病棟での怪奇現象ならまだしも、新しい病棟でも何かが起きるそうです。それではお聞きください。1号館と2号館。これは私が4年ほど前まで働いていた神奈川県のある病院での話です。この病院は2つに分かれていて、1号館はかなり古くて、2号館が比較的新しい建物で、私が主に勤務していたのは新しい方の2号館でした。私は毎日リハビリをサポートするため、患者さんを病室まで迎えに行き、リハビリ室まで連れて行っていました。大体どの病院も同じだと思いますが、基本的に職員は階段を使わないといけないルールとなっています。患者さん優先でエレベーターを使っていただくためです。なので、職員が一人でエレベーターに乗ることは少ないです。ただ、患者さんを連れている時などは、エレベーターの使用が許可されていました。ある日、4階に入院している患者さんをお迎えに行きました。もう99歳か100歳に近いご高齢の方で、シルバーカーという歩行器を押して、ゆっくりゆっくり歩かれていました。リハビリ室は1階にあるので、エレベーターホールの前まで一緒に歩いてきたんですが、私は気を利かせて、ボタンを押してくるんで、ゆっくり来て待っててくださいね。と声をかけ、小走りでエレベーターへ向かいました。エレベーターの前に着く直前でした。看護助手の服装をした職員が、すっとエレベーターに乗り込むのが見えたんです。あ、なんで？患者さんを連れているわけでもなく、重い荷物を持っている様子もありません。なんで職員一人でエレベーターに乗るの？驚きながら私は開くのボタンを連打しました。看護助手が乗った直後で扉が閉まりかけたタイミングでしたが、途中で扉が開き始めました。すみません。あれ？誰も乗っていないんです。確かに今、目の前で看護助手の格好をした人が入って、扉が閉まったはず。なのに、中は無人でした。なんで、すぐ開いたのに、移動する時間なんてなかったはずなのに。狐につままれたような気分でしたが、後ろから患者さんも来ていたので、そのまま二人で乗って1階へ降りました。その時は見間違いで済ませたんですが、後日
また同じことが起きたんです。今度は別の患者さんの時でした。その方は足取りもしっかりしていて、歩くのが早い方です。廊下を並んで歩きながら、エレベーター開けておきますね。と、私が先に小走りで向かうと、またあの看護助手が、すっとエレベーターに入って扉を閉めたんです。まったく。急いでボタンを連打し、すぐに扉が開きましたが、やはり中には誰もいないんです。でも今回は一緒にいた患者さんもその瞬間を見ていました。あれ、今人入ってったよね。見ました？うん、入ったよね。ちょっと乗るのやめましょうか。二人で顔を見合わせて、結局その日は怖くなって病室へ引き返しました。後で同僚に聞くと、その消える看護助手の話は病院内でちらほら噂になっていたそうです。この病院は1号館でも不思議な話がありました。1号館は建物自体が古くて独特の暗い雰囲気があるんですが、特に2階にある重症の方に入っていただく重症管理室は患者さんが嫌がって入りたがりませんでした。なぜか赤ちゃんの声が聞こえるそうなんです。最初は高齢の患者さんがよく言う専門の一種だと思っていました。体に何らかの負担がかかった時に脳の機能の乱れでありもしないことを言ったりするものですので、患者さんに赤ちゃんの声がうるさくて眠れないと言われても、私はここは一般病棟だから赤ちゃんはいませんよ。耳栓しましょうか。なんてごまかしていたんです。でもある時、19歳の女の子が入院してきました。彼女は意識もはっきりしていて、もちろん認知症、専門もありません。その彼女が真顔で私に聞いてきたんです。赤ちゃんって入院してます？ドキッとしました。いや、してないよ。どうして？やっぱりそうですよね。でも聞こえるんですよ。彼女は窓の方を見ながら言いました。多分外なんですけど、すごい聞こえるんですよね。うるさくて眠れないんです。この病院では昔、名誉院長が小児科を見ていたので、それも関係あるのかも、と初めて思いました。ナースコール。私のおじとおばは昔、入院設備もある小さな病院を営んでいました。4階建てのその建物に私は幼い頃から出入りしていましたが、今はもう
入院病棟はやめて、外来の診察だけを行っています。大人になり、看護師となった私はここで働いています。かつて病室だったフロアはリフォームされて、おじとおばが暮らす住居スペースになりました。でも場所の記憶というものは、壁紙や床を新しくしたくらいでは消えないようです。ある夜、突然ナースコールが鳴り響きました。おばは下の診察室からの呼び出しか何かだろうと思い、何ですかと応答しましたが、何も聞こえませんでした。そして、はっとしました。おばが表示ランプを確認すると、特別室を示すランプが光っていたんです。その日その場にいた私もはっきりと見ました。特別室は、このフロアが入院病棟だった頃、一番北側にそう呼ばれる部屋がありました。そこはもう長くはないと診断された患者さんが最後の時を過ごすための部屋でした。当然その部屋ではたくさんの人が亡くなっています。実はリフォームした時に壁の中を通っているナースコールの配線や、かつてナースステーションだった場所にあるスピーカーと表示ランプはそのまま残していました。でも各部屋にあったナースコールのボタンはすべて撤去してあります。先ほどおばは長年の癖でとっさにナースコールに応答しましたが、現在は下の診察室にも特別室にもつながっていません。そもそもこのナースコールは鳴るはずがないんです。すみません。皆さんはたくさん怪談を聞いていて耳が肥えているでしょうから面白くないかもしれません。でも本当にあった話です。8の字。これは私が働く病院の先輩から聞いた話です。今はもう係長になっているベテランの先輩なんですが、これはその先輩がまだ働き始めて5年目くらいの頃、今から20年ほど前の出来事になります。当時、先輩の職場に少し不思議な後輩の女の子がいました。こんにちは。彼女はよく誰もいない廊下や病室に向かってペコリと頭を下げていたんです。不思議に思って誰に挨拶してるのと聞くと彼女は答えました。今患者さんが通ったので挨拶したんですけど、いなかったですかね。彼女には生きている人間もそうでないのも区別がつかないくらい当たり前にそこにいるものとして見えていたようなんです。そんな後輩の女の子と先輩はある日の夜勤で一緒になりました。外科病棟なので手術後の予後が悪い患者さんも多く入院されています。夜勤は看護師4人で30人ほどの患者さんを見るため、常にバタバタと忙しい現場でした。
その夜、一人の重篤な患者さんの容体が急変しました。ナースステーションには患者さんたちの心電図がまとめて見れるモニターがあるんですが、そのモニターのアラームが鳴り響いたんです。心電図の波形が一直線、つまり心停止を示す0の数値が表示されました。急ごう。後輩と一緒に急いでその患者さんの病室へ走りました。4人部屋の心停止した患者さんのもとへ駆け寄り、先輩がすぐに蘇生処置を始めようとしたとき、後輩の女の子がぼそりとつぶやきました。ああ、もうこの患者さんはダメかもしれません。え？何言ってるの？早く処置するよ。黒い玉が回ってるんです。は？何言ってんの？彼女が言うには、人が亡くなる直前には、必ず黒い玉のようなものが現れ、その玉がぐるぐると回り始めるそうなんです。その黒い玉が今まさに目の前を飛んでいると。先輩には何も見えません。そんなこと言ってる場合じゃないでしょう。先輩が促し、二人で心臓マッサージを始めると、また後輩が短く叫びました。その視線は目の前の患者さんではなく、向かい側のベッドに向けられています。移動してる。何が？黒い玉が、この患者さんだけじゃなくて、向かいのベッドの患者さんのところへ。黒い玉は、心停止して処置を受けている患者と、その向かいに寝ている別の患者の間を、まるで数字の8を描くように、大きくぐるぐると回り始めたというんです。そして、心肺蘇生処置をしていた患者さんは、息を吹き返すことなく亡くなり、それとほぼ同時に、向かいのベッドの患者さんのモニターも、アラームが鳴り始め、心停止しました。その後、その見える後輩は、看護師を辞めていきました。多分、見すぎてしまったんだと思います。皆さんから聞いた怪談が一冊のホラー漫画になりました。誰にでも起こり得る実話怪談の世界をお楽しみください。そして、あなたの怪談が本や朗読動画になるかもしれないイベントを全国各地で開催中。10人以下で怪談を語り合う楽しい会で、参加費は無料です。参加者には特製キーホルダーとサイン入り名刺をプレゼントしています。8月は鹿児島、9月は東京でやります。概要欄の応募フォームから申し込んでください。